皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。まず最初に取り上げるのは、ウクライナ軍によるロシアに対する遠距離攻撃についてです。ロシアがウクライナに対して毎日のように一般市民に対する攻撃を繰り返しているのと同様にして、ウクライナもまた反撃としてロシア内部に対する遠距離攻撃を実施しています。その攻撃対象は、軍事施設や石油関連施設、そして軍事物資の輸送ルートなどに対する攻撃、これが大きな柱となっています。こうした攻撃は一件一件だけでは戦争の趨勢を変えるようなものではありません。しかし、こうした日々の積み重なりといったものが、ロシアに対する経済的な悪影響を広げることとなります。復旧にかかる費用もそうですし、失われる経済的な損失もあります。動かない施設に対する攻撃だけではなく、鉄道貨物についても、ウクライナ軍はここ最近だと連続的に攻撃を成功させています。こちらは、燃料を輸送している列車に対する攻撃。相変わらずなぜこのように動く標的に対してうまく攻撃を成功させられるか、決定的な成功の原因については言及されていません。ウクライナ側のスパイが情報をうまく取っているのか、それとも現地の協力者がウクライナ側に情報を流しているのか、どちらにしても攻撃困難な標的をうまく破壊していることは間違いなさそうです。こうした攻撃成功の映像も結局は現地の住民が撮影しインターネットに公開しています。ただ、ウクライナ軍の攻撃が成功した場所において記念撮影することはあまりお勧めではありません。こちらの映像では炎上している石油貯蔵タンクの前で若者たちがふざけて動画を撮っています。では、こうした若者たち、ロシアではどう取り扱われるか、読売新聞より、ウクライナによる攻撃で炎上した石油施設を背景に歌う動画投稿の若者3人、ロシア治安当局が拘束。ロシアの有力紙によると、治安当局は、ウクライナのドローン攻撃を受けて炎上した石油備蓄施設を背景に歌う動画を SNS に投稿したなどとして、19歳から21歳の男女3人を拘束した。動画で撮影された石油施設の火災は、ロシア南部ソチで起きた。クラスノダール地方などでウクライナの無人機攻撃があり、93機を撃墜したと主張。同地方政府は、無人機の破片が石油施設に当たって炎上したと説明していた。治安当局は3人の拘束理由について、緊急事態やその脅威が発生した際の行動規則に従わなかったとしており、最大約5万6千円の罰金が課される可能性があるという。ロシアは、ウクライナ侵略のロシア側の故障、特別軍事作戦をめぐり、ロシア軍の信用を失墜させる行為などの取り締まりを強化している。若者たちにしてみれば、非日常の光景といったこともあり、SNS 映えのための動画撮影だったのでしょう。しかし、ウクライナ側にしてみれば、現地の被害情報を刻々と伝えてくれる情報の一つであり、ロシア当局としては、撮影は許さないというのが基本姿勢です。さて、そんなロシアですが、静かにそして深刻な事態が発生しています。ウクライナ戦以降、ロシア軍の HIV 感染が 2000% 急増。アメリカカーネギー国際平和財団ロシアユーラシアセンターが発行する報告書は、ウクライナ戦争が始まった2022年の1から3月期から秋までにロシア軍で確認された HIV 新規感染例は戦争前に比べて5倍に増加した。年末には13倍、2024年初めには20倍にまで増えたことが示された。HIV は後天性免疫不全症候群、エイズの原因ウイルスで、HIV に感染したからといってすぐにエイズを発症するわけではない。エイズ患者とは、HIV 感染により免疫細胞が破壊され、免疫機能が低下して様々な感染症などが現れる状態を指す。ロシア軍内で HIV 感染率が爆発的に増加した原因としては、輸血、野戦病院での汚染された注射器の使い回し、性的接触、薬物注射用の注射器の強要などが挙げられた。報告書は、特に性的接触や薬物注射器の強要による感染が増えていると報じている。世界的には HIV 感染率が減少している中で、ロシアだけが感染例が増えているという統計も出ている。国連エイズ合同計画によると、2022年以降における HIV ウイルスの新規感染者のうち、ロシアは世界全体の 3.9% を占め、世界で5番目に多かった。HIV 新規感染者数は1990年代にピークを迎えた後、半分以上減少したが、ロシアでは毎年5万から10万件の新規感染が発生している。HIV 感染率の上昇によって、
将来的にロシアが大きな損失を被る可能性があると見ている。HIV 感染者の増加といったものは決して今すぐ巨大な問題になるわけではありません。しかし、この問題は後々10年、20年、30年といった具合にして非常に長い期間、ロシアに対して大きな潜在的なリスクになります。そして記事の中で触れられていたように、この戦争が直接的な原因として考えた方が良いでしょう。というのも、戦場においては非常に過酷な状況があります。その中において感染が広がってしまう原因が様々あります。例えば、繰り返される歩兵だけの突撃といったものは精神的にかなり強いストレスを兵士たちにも与えます。そのため兵士たちの中においては恐れを取り除くための麻薬の蔓延といったものが半ば黙認された状況にあると言われています。これは全ての前線ではないものの、例えばバフムト攻防戦においては多くの刑務所から連れ出された人たちが前線で突撃命令を出されて日々戦場で使い捨てにされていました。そのような人たちにまともな精神状態で突撃ができていたかといえばそういったわけではなく、その頃から積極的に薬物注射が行われていたと言われています。これは別に軍が用意したという話ではなく、ロシアンギャングがそうした麻薬を買ってくれる兵士たちがたくさんいることから積極的に密売を進めたと言われています。そうした明日をも知れぬ命の人たちにしてみれば、エイズ感染といったものは死ぬよりはよほどリスクが低いと考えられていますから、麻薬を打つための注射についても使い回しをするといったことは別におかしな話ではありません。明日にはどうせ頭を打ち抜かれて死ぬかもしれないと考えるのであれば、エイズにかかるかどうかといった話は、生き延びた後で考えればいいやぐらいの話になってしまうわけです。また、前線地域における負傷者数が多いといった問題に対しても、十分な医療物資が供給されていないといった問題もあります。そうした現場においては、十分な消毒がされず、また、本来であれば使い捨ての医療器具などについても何度となく使い回しをしてしまうといった現状なども現場では起こっているそうです。そしてもう一つ、割合としては少ないとは言われていますが、男性同士の性的接触についても軍内部で HIV 感染が広がってしまう原因になっていると言われています。問題なのは全ての兵士が戦場で亡くなるわけではなく、退役する人もいれば、契約期間を満了して帰る人たちもいます。そうした人たちが社会に戻った時に、さらに HIV 感染を広げてしまう可能性も高いですし、たとえそうでなかったとしても、長期間にわたって発症を抑えるための薬を飲み続けなければなりません。以前だとエイズは不治の病でしたが、現在では発症を抑えるための薬物治療の方法がある程度確立されており、薬を飲むお金さえちゃんと用意できれば、発症せずに一生を終える人も非常に多くなっているのが現代です。そうした意味で、この HIV 感染者の増加といったものは、戦争がこのまま続こうと終わろうと関係なく、ロシアの未来にとって非常に悪い影響をこれからも広げ続けることとなるのです。続いては、石油を輸出するほどに自国で取れるロシアにおいて、8月にガソリン不足の可能性、輸出禁止デモというようなニュースが入っています。ロイター通信より。ロシアは8月にガソリン不足に直面する可能性があると複数の関係筋が明らかにした輸出禁止措置にもかかわらず、国内在庫の減少、季節的な需要のピーク、国内製油所の補修作業などが影響を与えるためという禁輸措置は7月28日から8月31日までの予定で、国内市場の安定維持と自動車燃料価格の上昇回避が目的。ただトレーラーだはガソリンの輸出量は国内消費をはるかに下回るため、国内市場に転用されても需要を満たすことにはほとんどつながらないだろうと指摘。ある大手石油会社筋は、現時点のガソリン生産量は夏場としては平常水準にある。販売量も予想範囲内だ。ただ、民間トレーダーの在庫が不足していると述べた。どれだけ石油が取れたとしても、その石油についてガソリンや軽油、航空燃料などに転換するためには、精製施設の稼働といったものが欠かせません。ウクライナがロシア各地に攻撃を行って、こうした石油の生成能力に対する打撃を与えています。また別に、定期的な点検や修理といったものはどの施設においても必要であり、ロシア国内の需要を満たすための活動に支障をきたしています。そうした維持補修管理のために必要な安価な部品などについては、欧米から取り入れたものも多く、それらが制裁によって手に入りづらくなった状況というものも、ロシア国内には少しずつ悪影響が広がっているものとみられます。続いては、トランプ大統領の個人プレーが非常に目立つ関税政策について取り上げておきます。つい先日、インドに対する関税プラス
制裁関税も匂わせている大統領。このままロシアと取引している国に対しても二次関税を導入するかもなという期待があります。官僚の積み上げた政策ではなく、トランプ大統領の個人的な感情もかなり反映していると見られています。導入すれば確実に大きな影響が出るわけですが、あまりトランプ大統領気にしていないかもなというような前例を一つ紹介しておきましょう。トランプ氏激怒、スイス大統領との通話後 39% の関税爆弾。トランプ大統領が貿易収支の不均衡を解消する誠意を示さなかったスイスの大統領に対して激怒し、スイス産輸入品に対して 39% の関税爆弾を課す決定を下したとの解釈が出ている。ブルームバーグ通信は7月31日、スイスとの電話首脳会談を行ったと伝えた。トランプ氏が設定した貿易合意の期限までに10時間を残していた状況だった。合意が不成立となった場合、スイスには 31% の相互関税が課される予定だった。この電話会談では、両国首脳の貿易収支に対する認識の違いが鮮明に現れた。トランプ氏は会談で約6兆円規模のスイスの対米貿易黒字を集中的に問題視し、スイスがアメリカから金を盗んでいるのと同じことで、これを解消するためにはスイス側の措置が必要だと主張したという。しかし、スイスの大統領は明確な提案を出さなかったため、激怒したトランプ氏は数時間後にスイスに対して 39% の相互関税率を適用すると発表した。もしスイス産の商品に実際に 39% の関税が適用される場合、関税率が 15% にとどまっている EU 諸国に比べてはるかに不利な立場となる。ブルームバーグ通信は、トランプが7月31日の電話会談で貿易収支の赤字問題を集中的に取り上げ、サービス、対外投資、スイス側の協力提案などを含む包括的な視点を持たなかったのはスイス側が予想していなかったことだと評価した。一方、ロレックス、パテックフィリップ、オメガなどのスイス製高級時計の購入を予定していたアメリカの消費者や流通業者は衝撃を受けた。スイス時計産業同盟が39% の輸入関税の決定について非常に失望しており、驚いているとの立場を明らかにしている。石油が取れる国においてガソリン不足が発生するかもしれないという話は、ウクライナ側の攻撃が日々積み重なってきたことの証拠の一つだと言えるでしょう。ただし、最大の要因ではありません。しかし、最大の要因ではなかったとしても、それが国民の側に認識されれば、それは十分なアナウンス効果があります。戦争が続くことによって、日々の生活に悪影響が及んでくることを認識しなければ、ロシア国民の間で戦争に対する否定的な感覚がなかなか湧かない可能性があります。結局は戦場に送られた人だけが大変なことになって、行かない人たちにとっては全く関係のないという思いがロシア国民の間で蔓延している間は、プーチン大統領にとっては戦争を続けることができると認識できてしまいます。一方で、そうした意味においては、ロシアの戦争が継続できている理由は何といっても、それでもなんとか戦時経済が回っていることにより、多くの人々があんまり問題に感じていないところです。ですから、そもそも軍事経済が回るための原資である収入源を断つ重要性が増しています。トランプ大統領が二次関税を課すかもしれないという話については、そうしたロシアの根本的な財政収入に対する打撃になる話です。今回はスイスの話を取り上げましたが、本来であればこのような一方的な関税を課す話については、国際経済から考えれば決して良い話ではありません。そもそもスイスがアメリカに対して貿易黒字が大きいのは、高級時計だけではなく精密機械や医薬品など非常に多くのアメリカの企業や人が欲しいものをスイスが作って輸出しているのであり、逆に言えばスイスの人にしてみればアメリカからそんなに欲しいものがないというそのバランスの結果に過ぎません。ですからトランプ大統領が高い関税を課してでもそれでも欲しいというアメリカの人たちにしてみれば結局欲しい商品の値上がりといったものを招くだけであり、決して全体の幸せになる話ではないのです。ただしこの強引さといったものをロシアと取引している国に対しても二次関税として課す度胸があれば戦争の趨勢にも大きな影響を与えるものです。実際にやるかどうかはかなり疑問視はされているものの、現在のところ圧力としてはロシアと取引している国に対しては 100% の関税を課す可能性があることをトランプ大統領は話しています。ちなみにこの二次関税についてなのですが、日本も
サハリンで取られた天然ガスを輸入している関係で、日本に対しても二次関税かけられるのではないかというようなコメントをする方が時々現れます。トランプ大統領はロシアに対して制裁に加わっていないような国、もしくはウクライナに対して軍事支援していないような国に対する話として二次関税のことが出ており、日本が対象になる可能性は非常に低いと思います。なぜならば EU もロシアに対する制裁は行っているし、ウクライナに対する軍事支援も行っています。一方において、以前から輸入していたロシアからのエネルギー資源の輸入については、これを完全にゼロにしているわけではありません。にもかかわらず、EU に対して二次関税をかけるといった話はしていません。これと同様の分類に日本は当たるものとみられます。もちろん日本においても、ロシア産の天然ガスを輸入しないでいいように他の国からの調達に切り替えたり、そもそも日本国内でエネルギー資源を得るための技術開発投資といったものは継続的に必要です。日本周辺にあるメタンハイドレートをいかにして商業採掘できるようにするか、もしくは日本国内で水素社会を実現するためのものすごい安い価格で水素を作るための化学抽出層の開発や、もしくはものすごい先の話にはなるものの継続的な核融合発電などについても、そうした見えないところでコツコツと投資をし続けていくことは重要でしょう。これは何も今のロシアの侵略の話だけではなく、日本のあまりにも中東に依存しているエネルギー事情なども解消していく必要があります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われた方は、ぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。